はい、では、下書きからちょっと描いていきましょうね。はい、下書きができました。階段から見下ろした視線です。はい。じゃあこれをですね、まずはちょっと傾けます。はい。選択範囲でこのように囲いまして、で拡大縮小回転をクリックして、でこのようにちょっとね臨場感が出るような感じで、傾きます。で確定ですね。はい。でこれにパースをつけていきます。はい、今回はですね、パース定規を3つ使います。1点通しを2つに3点通しを1つです。では作っていきましょう。上のメニューのレイヤーを選んで、定規とコマ枠ですね、それのパース定規の作成で1点通しを作ります。はい、でちょっと分かりやすいように色をつけましょう。赤色にしましょうか。で次は3点通しを作りましょう。はい、3点通しを作りました。これは黄色にしましょうか。はい、次は1点通しをまた作りましょう。はい、でこれも色をつけましょう。これは、緑にしましょう。はい、で次はですね、このパース定規も傾けたいので、ちょっとフォルダを作りましょうか。フォルダを作ります。でフォルダをちょっと上の方にやって、はい、このパース定規のレイヤー3つをフォルダの中に入れます。はい、でシフトキーを押しながら、はい、こんな感じで一つにまとめて入れます。はい、OK です。そしてですね、このチェックがされてますよね。これがちゃんと3つともチェックが入っているのを確認して、フォルダーを選んだ状態にします。そしてですね、上のメニューのこの拡大縮小回転ですね、これをクリックします。はい、そうするとこの3つのパース定規をまとめて動かすことができるので、はい、でそれでこの下書きと同じように傾けます。はい、この真ん中にある青い線がありますよね。これは I レベルというものなんですけど、これをこの下書きのこの線と平行になるような感じで、設定していきます。なのでこの下書きのこの斜め線ですね、これを目印にしてちょっと平行にしたいと思います。はい、こんな感じですね。で確定です。はい、これで出来上がりです。はい、はい、そして次はパース定規一つずつ動かしていきます。はい、では動かしていきましょうか。まずは赤のパース定規1点通しですね、これを動かしましょう。描くときはちょっと真正面、ちゃんと真正面にしてやります。はい、こんな感じで。でですね、はい、これを動かしましょうね。はい、この上の方にあるこの操作というところをですねクリックして、でパース定規をタッチ、その前に、赤以外のパース定規は非表示にしましょう。はい、で、はい、こんな感じで動きます。でこうやって、はい、動きますね。でここでちょっと注意点があるんですけれども、この十字になっているところのこれをクリックして動かしましょう。それではなくて、この一点通しの場合なんですが、この消失点を、掴んで
クリックして動かそうとするとたまにアイレベルが、傾いたりするので、せっかく下書きと同じように平行に設定したのにね、もったいないじゃないですか、ね、なのでここをクリックして動かしましょう。で大体ですね、大体このぐらいにしときましょうかね。でこのパース定規は何に使うのかと言いますと、この階段の傾斜ですね、はい、下書きと合うようにちょっとやりましょうか。このぐらいです。でも合うようにと言ってもぴったりとは合わないので、やっぱり手書きなので、はい、この位置でいいかと思います。この位置にしときます。で、次はですね、3点通しを、設置しましょうか。黄色のレイヤーですね。はい、3点通しはですね、実は両方の左右のこの消失点は使いません、今回は。はい、今回のこの描き方は私なりの描き方なので、必ずしも正しい描き方ではありません。はい、ご了承ください。でこの上にあるこの3つ目の消失点ですね、これを使います。これをですね、下の方に移動させます。はい、移動させて、こちら、この下書きのこの高さを表現しているこの縦線ですね、これに合わせておきます。はい、合わせてちょうどいいぐらいですね。はい、こんな感じにしときましょうか。はい、次はもう一つの一点通しですね。緑ですね。緑のレイヤーですね。これを動かしていきます。はい、で、今度はどこに合わせるかと言いますと、これは踊り場の床なんですけれども、床のこの奥行きを表しているこの線ですね、これに合わせて設置していきます。なのでもうちょい、ちょうどいい感じですね。はい、はい、では早速線を引いていきましょう。まずはですね、この下書きをちょっと薄くしましょう。不透明度を低くしましょうね。だいたい半分ぐらいですかね。で次は、フォルダー内に、ベクターレイヤーを2つ作ります。で1つは色をつけときましょうか。青色つけときます。はい、でこの青色のレイヤーを選んだ状態で、この赤のレイヤーですね、一点通しのやつですね、このレイヤーを表示させます。するとこのように一点通しが出ますね。はい、でですね、ちょっと、パースが今緑色線になってますよね。これはパース機能がオフになっているということなので、これをオンにします。なのでこの操作をクリックして、パース定規の線をタッチします。するとこのように出ますので、はい、でこちらですね、いっぺんにつけましょうか。この斜め線が出てるんですけども、これを丸にします。はい、で線が紫色になっているので、線を引くことができます。パース機能が復活しました。で、青色のレイヤー、ベクターレイヤーに移って、で自分はこの直線定規ですね、直線定規を使って描いていきます。ちょっと太さを3ぐらいにしときましょうか。はい、で、線の色をちょっと赤にします。はい、でですね、この
ガイドラインに沿って線を引きます。はい、こんな感じで、ここは、左側はあともう一本引きます。だいたいこのぐらい引いておきます。このぐらいの幅で。はい、次は黄色の3点通しですね。3点通しを使って線を引いていきます。でまた、緑色になっていますので、これはオフになっている状態なので、ここの操作をクリックして、でパース定規の線をタッチして、はい、そしてここの斜め線を、はい、タッチします。するとこのように紫色になってパース機能が復活しました。でもこの、下の消失点だけ使いたいので、左右の消失点はオフにしときましょう。はい、ここをタッチします。はい、緑色になりました。ここもタッチ。はい、これもオフです。はい、では、線を引いていきましょう。はい、直線定規で引いていきます。はい、この3点通しは何に使うかと言いますと、この高さを表す線ですね、これを表現してます。はい、では線を引いていきましょう。ちゃんとベクターレイヤーに移って、この黒のベクターレイヤーに、線を描いていきます。はい、でですね、ちょっとガイドラインからちょっとずれているんですが、この下書きのこの、床なんですが、これの角から線を引きましょうか。こんな感じで、はい、こちらも角の方から線を引きます。で必ずしもあったりしないので、その場合はまた修正していきます。はい、はい、で次は緑の一点通しを使います。はい、緑の一点通しはこの絵の中での奥行きと幅ですね、これを表現するために使います。でちゃんとベクターレイヤーになっていることを確認して線を引いていきます。でまずはですね、横線から引いていきましょうか。はい、こんな感じですね。でこの重なっている部分からちょっと消しましょうかね。ちゃんとベクター用消しゴムにして線を引きましょう。でこの重なっている部分から線を引きます。はい、こんな感じでこちらも同じように重なっている部分から、その前にこちらはここですね、階段の幅を先に引きましょうか。はい、こんな感じですね。そして次にここですね、この床の角の方から奥行きの線を引きます。はい、はい、次はですね、また赤の一点通しを使って、でインクも線の色も赤にして、でベクターレイヤーも青のベクターレイヤーに移ります。右側の方ですね、右側に線を引きましょうね。この奥行きの線がありますよね、ここぐらいですかね、ここぐらいから線を引いておきましょう。はい、では線も黒に戻して、次は、階段の手すりですね、手すりを描きます。手すりのこの下書きを見たら分かるように、この斜め線ですね、これを斜め線は赤のパース定規で描くものなんですね。ベクターレイヤーも黒に戻ります。ここから線を引きましょうか。はい、こんな感じでいいですかね。はい、で次は
縦線ですね、縦線を引きます。なので、高さを表す表現は3点通しなので3点通して引きます。このように、はい、このように引きます。もう少しちょっと伸ばしましょうか。ちょっともう少し伸ばしましょうね。赤の一点通しを選んで、ここからもう少し伸ばしましょう。このぐらいですね。はい、で次は3点通しをまた表示させて、で線を引きます。はい、こんな感じですね。で先ほどの線は消しときましょう。はい、こんな感じになります。はい、ちょっと赤のパース定規は何に使っているのかという、説明をしましょうね。この赤のパース定規は階段の傾斜なんですね。階段の傾斜を確認するためのものなんです。それとこの手すりの傾斜ですね、これを描くときに必要なものなんですね。はい、ちょっと分かりやすくするためにちょっと作ってみました。これは横から階段を見ている状態なんですが、この階段のこのカクカクを描くためには、この階段の傾斜ですね、赤い線を2本描くとこのように規則正しく描くことができるようになるんですね。次はですね、階段、これが一番の難しいところかもしれないですね。はい、でまずはですね、階段を描くのにはどの定規を使うかといいますと、この緑色の一点通しですね。はい、これを使います。はい、こちらにある消失点がある一点通しですね。これを使います。踊り場の床がありますよね。この床の平面はこの消失点に向かって平らになっているということなんですね。ちょっと説明が難しいんですが、それに対して階段の上の方ですね、ここですね、階段の上、ここですね、ここも床と同じように先ほどの消失点に向かって平面が続いているという感じになってるんですね。ちゃんとベクターレイヤーも黒のベクターレイヤーにして、でこの赤い線を目印に描いていきます。この、内側の線ですね、赤い線、これから線を引いていきます。このように、はい、でこの時に、この線を引く時にちゃんと消失点に向かっている線にしてください。一点通しは結構間違って垂直の線が出たりする場合もあるので、これは多分垂直の線ですね。なので気をつけてくださいね。ちゃんと消失点に向かってる線で描いてください。赤い線に重なっているところですね、そこから幅の線を引きます。こんな感じで線を引きます。はい、この赤い線に長く線を引きます。はい、で次はこの階段のこの縦の線ですね、高さを表す縦の線を引くんですが、この時は3点通しを使います。3点通しはこの絵では、高さを表現する縦線を描きますと言いましたよね。なのでそれでここでも使います。で3点通しは黄色のレイヤーなので、はい、そしてちゃんとベクターレイヤーに映っているのを確認して、ここですね、この
角の方から線を引きます。はい、はい、次は緑の一点通しを表示させます。はい、そしてこちらから線をまた引きます。はい、赤い線まで。はい、そしてまた重なったところからこのように横線を引きます。はいはい、で一応ここもやるとしましょうか。はい、これで2段できている状態ですね。でちょっと消してみましょうか。はい、でこの部分は見えない部分なので消します。はい、次は反対側ですね。反対側はどうするかと言いますと、緑のパース定規を使います。一点通しですね。はい、この一点通し。これでまた線を引きます。今度はこの赤とこの黒線が重なった部分からこのように線を引きます。でこちらもこのように線を引く。これですね。今は垂直になってましたね。ちゃんと小線に向かった線で引きます。でそれで消します。はい、これで一応階段2段できた状態です。このやり方を続けて描いていきます。ではちょっと描いていきましょうね。はい、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画へのコメント、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。